今日は葉の形についてお話します。葉っぱが1枚あります。でこれを断面を見てみますと、ここを表皮と言います。この部分、これを索状組織と言います。この部分を界面上組織と言います。こちらは葉の裏ですが、葉の裏もこれも表皮ですね。こういうところにところどころ穴が開いてまして、ちょうどここに一対の後辺細胞というのがあって、これがこういう形をしています。後辺細胞が。これはちょうど今開いてると。閉じるときはこういうふうに閉じてしまうんですね。穴が開いてるとこれを気孔と言いますね。気孔を閉じたり開けたりすることで空気が入ったり入らなかったり、空気中の二酸化炭素あるいは酸素、そういうのを取り込んで、ここの水、ここに水があります。この水があって、そこの水に溶け込みます。で、二酸化炭素は非常によく溶け込むので、その溶け込んだ水を細胞は吸収し、こちらが索状組織一つ一つの細胞が吸収して、特に索状組織には葉緑体がたくさんあります。葉緑体がたくさんあって、その葉緑体が光を受けて光合成をするということですね。もちろんこちらにも葉緑体あります。すべての細胞に葉緑体はあるんですが、特に索状組織の部分では非常に葉緑体が多くなっておりますね。この葉っぱが明るいところになっていくとどういうふうに変化するかというと、この同じ樹種、同じ種類の葉っぱですが、とても光が強いところ、そういうところではですね、こういう表皮があります。で、索状組織がこうあります。で、また索状組織が。とても光が強いところではさらにあるということもありますね。界面上組織の葉の裏になる。こういうふうになります。で、こういうのを非常に光が強いところにある葉っぱですので、葉葉と言います。葉葉はですね、非常に強い光を受けて、で光合成を盛んにするということですね。実際葉葉があるのは木のてっぺんの近くの高いところ、あるいは、側面の光が、ね、西日とか朝日がよく当たるところ、
そういうところの葉っぱは葉用になっていますね。特に一番てっぺんにある葉っぱはほぼ一日中強い日が当たってますから、こういう明るい時は一日中ね、やっぱり強い日にさらされますから、こういう葉用になっていることが多いわけですね。光は光合成をするのに絶対に必要ですが、実は光が強すぎるとやっぱり植物も傷んでしまいます。人間も強い光で、非常に体が弱ってしまうということがありますね。皮膚が弱い人はかぶれてしまったり、やけどを負ったり、日に焼けるというのはやけどをすることですね。葉っぱもそうなんですね。強い光ではやけどをしてしまう可能性がある。特に光の中の紫外線は非常に強い悪影響を与えます。ですからそれを防ぐ必要があります。